こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。本日は外伝でスパロボ初参戦となったターン A ガンダムをフル改造して使用してみたいと思います。序盤は武装も少なく使いにくいターン A ですが、物語が進むにつれ飛行ができるようになり、月光町も使用できるようになります。そのターン A の原作とともに登場する作ではなく、2機のボルジャーノンもフル改造してみたいと思います。月光町が追加されたターン A に比べ、射程に関しては同等でありますが、攻撃力がどうしても劣ってしまいます。まずターン A は武器の地形適用が海以外ほぼ A なので、今回はエネルギーにボーナスを振っておきます。武器の攻撃力は1000上昇し、最大攻撃力が月光町の5100となります。ギャバン隊長のボルジャーノンは装甲にボーナスを振り、装甲を重視した強化をしていきます。武器はフル改造することで1600の攻撃力が上昇するため、ターン A より安い費用で最大攻撃力が4100まで上がります。もう1機のボルジャーノンは運動性にボーナスを振り、機動力を強化していきたいと思います。最大攻撃力はギャバン隊長機より100低い4000となりますが、ショルダータックルがあります。ターン A はボーナスとメガジェネレーター、毎ターン 30% のエネルギーが回復できるように強化パーツを装備しています。ボルジャーノンは強化パーツが4つ装備することができるので、勇者の印を装備しつつ装甲を2400まで強化しました。もう1機のボルジャーノンはハロで移動力と運動性、高性能照準器で命中率を 30% アップさせています。ザクとは違うのだよ。ザクとはタイトルにもある黒歴史の終焉ということで、お相手はフロスト兄弟にゴースト、モビルスーツ部隊が中心となります。と、グエン様が攻撃力のみ消化させたサイコ、いえ、ブラックドールで登場される珍しいステージでもあります。戦いにくい印象しかないゴーストが早速仕掛けてきますが、フル改造し命中を強化しても 48% の命中率となります。俺も年を取ったな。そういう時は身を隠すんだ。その程度の腕で戦場に出てくるな。逃げ回っても無駄だ。ここで命中がプラス100のショルダータックルを仕掛けてみますが、食らえ。甘いぞ。戦いは一瞬で決まる。バニング大尉に命中率は関係ないのかなと思いつつも、
運動性154でサイズ S のゴーストは攻撃が当てづらい印象しかありません。ゴースト対策としてハロと高性能照準器で命中を計 55% を上げていますが、それでも 100% の命中率が出ないので驚きます。お前の好きにさせるか。見かけ倒しの攻撃だな。やはりザク、いえボルジャーノンでの空中戦かつゴースト相手だと厳しいのかという中で敵の増援が来ます。グエン様が月も地球もローラ氏も欲しいとおっしゃるのならば、こちらもボルジャーノンの真の性能を引き出していきたいと思います。食らえ。狙いはつけた。発射するぞ。スエサイド部隊の意地を見せてやる。そんな攻撃なんざ。アルファでお世話になった HP の減少率によって命中、回避、クリティカル、走行値が上昇するガッツとなります。ガッツが発動したギャバン隊長とバニング大尉にとって主な武装が空、陸 B のゲーマルクなど敵ではありませんね。そういう時は身を隠すんだ。ハイパーメガ粒子砲とかいうマップ兵器も当たらなければどうということはありません。落ちろよ。戦いは楽しまなくちゃな。ザクとは違うのだよ。ザクとは。さらにメリーベル嬢がお供のバンデットを連れてギャバン隊長に仕掛けてきます。強いのはこっちだ。そんな攻撃なんざ。くぞ窓枠の機械人形め。なんて力。ゲムギンガラム。私が遊んでやるよ。女でしかも子供なんてのが戦場に出てくるなんざ。落ちろ。メリーベル嬢を落とされたことでさらに戦力を投入してくるグエン様ではありますが甘いぞ。落ち着け。死にゃせんぞ。落ち着け。死にゃせんぞ。左側通行だ。まったく言わんこっちゃない。ヤザンではなく
ギャバン隊長とバニング大尉のガッツの勢いがすごいので、敵の機体の性能チェックも忘れていました。本来であれば援護の連携で倒すのに時間がかかるのですが、メリーベル城が瞬殺されたため、ただの窓枠の AI というバンデットですね。バンデットよりも性能が劣り、マシンガン一発で落とされたリグコンティオですね。ゲーマルクより武器の地形適応がマシッといった性能でしょうか。そんな腕じゃ俺には当たりやせんぞ。落ち着け、死にやせんぞ。落ちろ。ザクとは違うのだよ。ザクとはバザーで購入し味方機として使用したら強かったドーベンウルフもクラッカー2発で落とせてしまいましたね。とこのままではもう一機の本日の主役が活躍することなく終えてしまいそうなので、ターン A で相当します。その根性だけは認めてやってもいいぜ。やられたらやり返せ。走るぜ。ここでコメントでもいただいてたコレン軍曹のセリフのバグが発生します。そう簡単に当てられてたまるかい。蛮族め、無駄な抵抗を。なぜかコレン軍曹のセリフがフィル少佐に入れ替わるバグの後は窓枠さんに月光町と行きます。この窓枠や。以前イーゲルで格闘値の高さと援護スキルに底力で銀河ナム艦隊を圧倒したコレン軍曹が本日はターン A に乗られます。格闘武器が主体のターン A と軍曹の相性は良く、またエネルギーを160回復できるので問題なく月光町を連発できます。ホワイトドールことターン A の後にグエン様のブラックドールの性能を見るとただの巨大なモビルスーツとなります。グエン様の能力もあまりパッとした面がなく、攻撃力も言われるほど昇華されている印象もないので一気に叩きたいと思います。己の理想のため黒歴史を望むグエン様にはミンチドリルの刑といきます。まだだ、まだ機体は持つはずだ。君たちでは時代を動かすことはできない。いつまでもロダンに頼ってばかりはいられないんだから。僕が援護します。
今は生き延びなければならん。人が安心して眠るためには。ローラ、この私を倒そうというのか。その程度で僕は止められません。ターン A の量産という夢もあったグエン様にはこの方の一撃でいきましょう。地球人になターン A の復元などできるわけねえだろ。お前の生体反応のデータを取りつつ神の国への引導を渡してやる。月光町である。まだだ、まだ落ちるわけにはいかない。落ちるわけにはいかないグエン様は防御を選択されますが、こいつは俺が引き受けた。落ちろ。私がこんなところで。ザクとは違うのだよ。ザクとは最後はクラッカーで爆散していったグエン様を憐れむローラ氏でありました。さて、当チャンネルで外伝を攻略するようになってから登場の頻度が多いフロスト兄弟でありますね。ともかくフロスト兄弟といえば回避力がずば抜けて高いので精神コマンドなしでは当てづらくなっています。なので月光町で援護をかけるコレン軍曹には必中を。しかしギャバン隊長は熱血だけでいけそうですね。オルバ、少しは手応えのある相手のようだ。しゃらくさい。危ないところだったぜ。そこでもう一丁。戦闘不能だとこの私が。HP が 50% 以下になったところでど根性、熱血、気合を使うお兄さんですね。こちらバニング。やはりお前たちは不必要な存在だ。その程度の腕で戦場に出てくるな。そこでもう一丁。いかん、このままではバサーゴが。ラストは3発目の月光町でだって時代を開けるはずだ。どうやら勝負はついたようだな。残った弟さんにはバニング大尉が最前線で戦われているのであればというおなじみのメンバーで決着をつけます。それにしてもこのパワーは。その程度の腕で戦場に出てくるな。地球もろとも宇宙の血になれ。調子に乗るなよ。最後はお兄さんと同じく HP50% 以下で全回復するので再度削り直したところをボスキラーの一撃でいきます。
何か黒い物体。大きい、とても大きい。落ち着け、死にゃせんぞ。この僕が落とされるなんて。兄さん。奇襲と幸運持ちのキース氏はその発言とは裏腹に確実に攻撃を当てることができ資金も稼げるので終盤でも活躍してくれますね。しかしここで終了とならないのが外伝という作品であり2時間弱の攻略後にまだ一押し敵の増援が来ます。暗黒大将軍との決着はダブルマジンガーで次回挑んでみたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。